はいどうも、小川でございます。新しい iPad が出たり、あるいは何かしら iPad が話題になったりすると、毎回なぜかこう思うんです。今度こそ iPad を Mac の代わりにできるんじゃないか。いや、わかるわそれっていう人多いですよね。まあでもですね、多くの場合その通りにはならないわけです。僕はですね、2024年6月に発売されたこの M4iPad Pro、これを Mac の代わりに約1ヶ月ちょっとぐらい使ったんですけど、予想通りですね、圧倒的敗北となりました。というわけで今日はですね、なぜ iPad は Mac の代わりにならないのか、僕が使うのを断念した理由をシェアしたいと思います。僕はいわゆる IT デジタル系の仕事をしてまして、そういった業界でのオフィスワークやドキュメントワークみたいなものがメインです。同じような使い方で考えている人には参考になると思いますので、 Mac を買わずに iPad を買おうかなって考えている人や、あるいはですね、僕みたいに謎にね、Mac の代わりに iPad を使いたいと定期的に思ってしまうような病的な人はですね、ぜひ最後までご覧ください。はい、じゃあまず最初にですね、なぜこの iPad を Mac の代わりにすることができないのかなんですけど、結論を短く言うならですね、 OS とかアプリとかそういったね、ソフトウェアの問題がほとんどです。僕はですね、Mac の代わりにこの iPad を使おうとして敗北したことというのは、実は一度や二度ではなくてですね、基本的にいつも大体同じような理由でドロップします。いやいや、 iPadOS はスプリットビューやスライドオーバー、ステージマネージャーみたいなマルチタスキング系の機能っていうのは充実しているし、全然 PC ライクに使えるんじゃないかと思いきやですね、問題は全くそこじゃないんですね。マルチタスクとかどうでもいいんですよ。問題はね、大きく2つです。まずその1、オフィスワークに不可欠なアプリが軒並み使いづらいということ。はい、2つ目、結局はほぼブラウザを使うことになって、その場合はね、Mac がいいってことなんです。はい、じゃあその2つの問題をですね、順に話していくんですけど、結構具体的に僕の体験談を話しているので、これもぜひ聞いてってください。まずね、オフィスワークに不可欠なアプリが使いづらいって話なんですけど、オフィス系とかチャット系とかいろいろ思い浮かびますよね。で、ちょっと3つのカテゴリーのアプリに分けて話をしていくんですけど、まず1つ目はですね、オフィス系、Google スライド、PowerPoint、Excel、スプレッドシート、こういったね、オフィス系のソフトを使う人多いですよね。で、その中からまずは Google スライドなんですけど、これはね、もうめちゃくちゃに課題が大きい。Google スライドね、資料作成に使う人も多いんじゃないかと思うんですけど、これ iPad にこのキーボードをつけて使っている状態の時はですね、ほぼ使い物にならないと思って差し支えありません。残念ながらですね、テキスト入力がまともにできないんです。これ何が起こるかというとですね、文字入力中の間違いが消せないんですよ。なんかわかんないんですけど、変換確定する前に修正したものとか、あるいは変換確定前に1回でも打ってしまったものは、もうなんかそのまま反映させるしかないみたいな状況になるんですね。伝わりましたかね、この状況。これ iPad と外部キーボードを使った時に起こる問題なんですけど、結構前からこの状態だったと思うので、これはね、もうおそらく直す気がないんだろうなという感じがします。このようにですね、事実上文字入力できない状態ですので、これを使うのはね、相当厳しいと思います。で、そこで言うとですね、パワーポイントはこの問題起きないんですよ。普通に入力できます。で、入力以外にも、PC と同じとは言い切らないんですけど、高いレベルで使うことはできるので、パワーポイントはね、まだ実用的かなと思います。次はスプレッドシートと Excel。これめちゃくちゃ使う人多いと思うんですけど、結構ね、大小様々ないろいろな課題があってですね、例えばスプレッドシートでこういった表を作りますと、こういった表をね、見ることっていうのは多いと思うんですけど、これを集計したいからピボットテーブルを使いたいって思う時あるじゃないですか。実はですね、この iPad アプリ版の、Google スプレッドシートはピボットテーブルを作ることというのができないんです。すでにね、 PC か何かで作ったピボットテーブルを見ることというのはできるんですよ。なんですけど、これを編集することというのはできないし、新たにね、作成し直すみたいなこともできないわけです。これ上げてるとキリがないんですけど、例えばね、あとはね、オートフィルのやり方がもう Mac というかPC 版とは全然違うんですよ。オートフィルってこの端っこみたいなのを引っ張るとずっとその連続データが入力されていくみたいな便利機能あるじゃないですか。オートフィルに関してはね、できないわけじゃないんですけど、こんな感じで引っ張ってなんかタップして自動入力みたいなのを押すとできるようになると。こんな感じでなんかステップがちょっとやたら多いんですね。で、あとはね、CSV ファイルを扱えない、CSV ファイルで保存することができないとか、そういった問題もあったりとか、あとはメニューとか操作感みたいなものも PC とは大きく違うので、なんかね、もらったものを見るだけみたいな使い方ならまだしも、
作成や編集っていう意味ではもう劇的に効率が下がると思います。はい、そこで言うとですね、やっぱりマイクロソフトの Excel はまだね PC ライクに動かすことができるんですよ。ピボットテーブルも Excel 上で作ることができるし、オートフィルに関しても PC ライクに使えるので、まだね Excel の方がいいと思いきやですね、やっぱりですね、でも細かい機能で言うとね、転置して貼り付けができないとか、列と行を入れ替えて貼り付けとかね、あとはですねやっぱり CSV も扱いづらかったりするし、どうもですね Mac 版とは大きな違いを感じるなというふうに思います。実は Excel は Windows 版と Mac 版でも機能に違いがあったりするんですけど、iPad 版はさらに機能制限がかけられてるみたいな感じです。はい、じゃあ次はですねコミュニケーションツールです。いわゆるチャット系のツールですね。現代においてはですねメールよりもチャットツール上での会話がメインのコミュニケーションになっているというケースは多いと思います。そういったアプリ系ね、 iPad アプリもちろんリリースされてますし、使うことはできるんですけど、その使用の体験としてはですね結構辛いです。例えばですね Slack、Google チャット、Teams、このあたりがね利用者多いんじゃないかなと思うんですけど、これら全部ねコピペができないんですよ。正確に言うとコピーはできるんですけど、発言全体をコピーするしかないんですよ。これやっぱりiOS 版をベースに作られてますから、挙動としてはねその iPhone で使った時とね同じような感じになります。でこれ結構困ることが多くてですね、会話内に何かの情報が含まれていて、それだけをコピーしてどっかにペーストして使いたいとか、あるいはですね何かの一文を引用してそれについてはカクカクシカシカでみたいな説明をしたいとか、そういったですね会話全体ではなくてその会話の中の部分的なテキストをコピーして使いたいみたいな時ってめちゃくちゃあるじゃないですか。それができないわけなので、発言を丸ごとコピーしてきていらない部分を削ってとか、そんなことをしなきゃいけないわけです。このストレスがどれほどのものか分かりますよね。これにね何週間も耐えた自分を褒めてあげたいです。でさっき挙げてないアプリで言うとねチャットワークだけは範囲を指定して必要なテキストだけをコピーすることができるようになっているので、チャットワークがメインだっていう人はですねその点に関してはストレスが少ない運用ができるんじゃないかなと思います。そういった感じでチャット系アプリに関しても使い勝手にはですね結構つらみがあります。はい、では次にその他のアプリなんですけど、現代のドキュメントワークにおいてはですね AI 系のサービスがもうなくてはならないものになっている人って結構多いんじゃないかと思うんですね。僕もねそうなんですよ。そうなんですけど iPad 上で使うその AI 系のアプリはですねやっぱりね軒並み使いづらいんですね。例えばチャット GPT アプリに関しては先ほどの Google スライドの問題と全く同じ問題が発生します。あとはですね Claude 3という生成 AI を僕はよく使うんですけど、専用アプリがあるんですけど、そのアプリの中から主要な機能っていうのが取り除かれてしまっていて、もう PC 版とは全然アウトプットが違うんですよ。など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 という感じで細かいこと言い始めるとキリがないです。何せですねなかなかにつらみがあります。資料やレポートを作ったり編集したり、それをもとに誰かに何かを伝えたり、あるいはチャットによるコミュニケーションを重ねて物事を前に進める、そういったですねそれこそが仕事の全てだみたいなところにいちいち突っかかるわけなんです。これらはですね iPad がどうというよりも iPadOS 上で動くアプリの課題がほとんどなんですけど、提供者の側からするとですねこういったアプリに関してはやっぱり PC がメインの戦場だと思いますので iOS ベースで対応しておくというのが現実的なラインなんだろうなとは思います。そういった意味では今後もちろんね状況っていうのは変わっていく可能性っていうのは大いにあるんですけれども、少なくとも現時点においてはそういった状況にあるということは覚えておいてもいいのかなというふうに思います。はい、じゃあ次のトピックなんですけど、Mac の代わりにこの iPad を使っていて、それをね断念したということにはまだ理由がありまして、今挙げてきたですね使用感につらみがあるアプリ類なんですけど、これ実はですねアプリではなくて iPad のサファリ上で動かすことで実はね問題っていうのはほとんど起きないんです。今挙げてきたサービスのブラウザ版を使うことになるので、ブラウザ版でできることにおいてはできるようになります。つまりですねサファリというワンアプリだけを使ってタブやウィンドウを複数起動してチャットだったりとかスプレッドシートだったりとか今話してきたようなアプリっていうのを使えば実はそれで解決するんですよ。なのでそれでもいいと言えばいいんですけど、この辺りでどうも様子がおかしいぞと気づき始めるんですね。そしていよいよこう思うんです。 Mac でよくない？そういった薄々感じていた事実をですね受け止めざるを得ない状況になってくるわけです。でじゃあサファリなら動くからサファリだけを使うようにしようと
思ったとしてもですね、ここまで上げてきたようなドキュメントワーク系のユースケースであれば、やっぱりね Mac というか、個人的にはね Chrome が強いなって思ってるんですよ。僕 iPhone 以外では実は Safari っていうのは使っていなくてですね、基本的にブラウザは Chrome を使ってます。で、なんで Chrome かっていうのはまあいろいろ理由があるんですけど、まあ一つ理由として挙げられるのはブラウザの拡張機能ですね。これが便利で Chrome を使ってます。最近で言うと AI 系のサービスが拡張機能を使ってなんかこう便利に使えますみたいなのもあったりして、そういったものに依存しまくっているっていうところもあってですね、拡張機能っていうのはできれば扱いたいものなんです。で、ご存知のようにですね、この iPad にも Chrome アプリっていうのはあるんですけど、PC 版 Chrome と同じ拡張機能っていうのは使えないんです。というか iPad の Chrome は実はね Chrome であって Chrome じゃないんですよ。これ乱暴に言うとサファリなんです。あまり知られていない事実みたいなのをお話しするとですね、 iPad の Chrome は中身はサファリなんです。もちろんGoogle アカウント管理だとかその同期だとかChrome の基本機能みたいなものは使えるんですけど、このブラウザのねコアな部分はサファリと同じもので作られてるんです。これねちょっとややこしくなるので詳しくは話しませんが、iPadOS および iOS はブラウザを作る時には中身はこれを使ってくださいねというか、これ以外使うなよっていうApple のポリシーを守らなきゃいけないんですね。その中身っていうのはレンダリングエンジンと呼ばれるものの話をしてるんですけど、それが PC 用 Chrome とは違うもの、サファリと同じものが使われているんです。そういったですね Apple のポリシーによる制限があって、ブラウザ拡張機能が使えないであるとか、いろんな部分で Mac の Chrome とは違いがあるんです。そういったところがですね独占的なやり方ではないかということで、Apple はEU でこうデジタル市場法とか、そういったものでこういろいろな対応を迫られたりしているわけです。それは余談なんですけど、いずれにしろですね Chrome を使うならやっぱり Mac なんですよね。iPad でねこの各種アプリを使っての、運用が辛い、じゃあサファリならなんとかいける、じゃあサファリだけを、使うのかと、やっぱどうせブラウザ使うなら Chrome を使いたい、やっぱ Mac だと最初から分かっていたはずなんですよ。そうなるだろうなと。ただですねこの M4iPad が出たということで、もうそろそろ今度こそいけるんじゃないかと、期待したものの、やっぱりダメだったというのが、今回のその断念した理由の全てになります。とはいえですね、これは iPad が悪いわけではなくて、どちらかというとね質問が間違ってるのかなという気はします。iPad はねそういったドキュメントワークがこう使用の中心になるようなユースケースを前提とはしていないだろうなということなんだと思います。特に iPad Pro はですね、高性能な M4 チップを生かしたゲームであるとか、あるいは動画編集みたいなね、それでクリエイティブワークであるとか、あるいはペンを使うようなワークであるとか、そういったことにどうぞという提案をしているものなわけですから、なのでがっつりオフィスワークというかドキュメントワークしかしないというようなことであればですね、やっぱりMac がいいのかなと、そういったですねシンプルにだろうねというような結論になったという感じでございます。はい、というわけでですね iPad は Mac の代わりにはならないと、もう何度目かわからないこの事実を再認識してですね、もう今は清々しい気持ちで Mac を使っております。しかしなんでかなんでなのか全くわからないんですけど、定期的に Mac を iPad にリプレイスしたい欲っていうのは出てくるので、またねそのうち同じことを繰り返すんだろうなという気もしております。はい、なので僕と同じようにですねドキュメントワークメインで、この iPad を Mac の代わりに使いたいと考えている人はですね、僕の体験談を頭の片隅にでも入れといていただけると何かの役に立つかもしれないという、話でございました。はい、というわけで今日の動画は以上になります。こんな感じで Apple とかガジェットの話をしておりますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。あとはこの動画に対してもいいねとかコメントとか、あとはいいねとか、あとはいいねとか、ぜひお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。